京都に本社を置く資本金わずか1500万円の独立系レーザー装置メーカー。光京は超高精密フェムト秒レーザー加工機フェムトプロで厚さ 1.2 ミリのガラスに髪の毛よりずっと細い穴をまっすぐ貫通させることに成功しました。穴の直径はわずか5マイクロメートル。その細さのまま直径の240倍という途方もない深さを少しも曲がらずに貫いたのです。半導体を乗せる次世代のガラス基板にこの極細の縦穴を無数に開ける工程を TGV ガラス貫通ビアと呼びます。チップの性能を左右する次世代パッケージ最難関のいわば致命的なボトルネックとなる工程。フェムトプロは同じ穴を開けるために大企業が積み込む特殊で高価なレンズを一つも使っていません。なぜ高価な特殊レンズを一つも積まないこの装置は大企業でも手を焼く極細の縦穴を開けられたのでしょうか。その答えは光を一本の糸のように細く長く伸ばす意外な物理現象とギガヘルツパルスインジェクションという独自技術に隠されていました。まずなぜガラスに細くて深い穴を開けるのがそれほど難しいのかという前提から始めましょう。レーザーというと分厚い鉄板でもすっぱり切り裂く万能の光の刃を思い浮かべるかもしれません。ところがガラスのような透明な材料は光をそのまま素通りさせてしまいます。エネルギーを一点に集めるには虫眼鏡で太陽の光を集めるようにレンズで焦点を結ぶしかありません。そしてその焦点はほんの小さな点でしかない。深い穴を開けようとしても光が強く働くのはピンポイントの一箇所だけでそこから上や下には力が届かないのです。焦点を少しずつずらしながら何度も加工する手もありますがそれでは時間もコストもかかりすぎます。だからこれまでガラスの深穴開けは複雑で高価な仕掛けを必要とする工程だと考えられてきました。この壁を越えるために研究者たちが頼ってきたのはベッセルビームという特殊な形の光です。中心の明るい芯が遠くまで消えずに細長く伸びる特別なビームですね。ただこの光を作るにはアキシコンと呼ばれる円錐形の専用レンズが欠かせません。精密部品メーカーの A プラスと理化学研究所が組んだチームはまさにこのベッセルビームを使い穴径 1.1 マイクロメートル直径の1000倍という桁違いの深穴を開けてみせました。従来の2万倍という圧倒的な速さを謳う成果です。しかしその代償として装置には精密な成形用の光学計を積み込まなければなりません。光京が選んだのは特殊なレンズをあえて使わないという全く違う道。その代わり味方につけたのはフィラメンテーション光子形成と呼ばれる現象です。強いレーザーをガラスの中に絞り込むと光は不思議なことに自分で自分をさらに細く束ねようとします。夏の日熱くなったアスファルトの先で遠くの景色がゆらゆらと歪んで見えるかげろう。皆さんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。あれは空気の密度の違いで光の進む道が曲がる現象です。同じように強い光はその通り道のガラスの性質をほんのわずかに変え自分の進路を内側へと曲げていきます。普通ならそのまま一点に潰れて終わり。ところが光が十分に強いと今度はガラスの中の電子が弾き出されプラズマという状態になって逆に光を外へ押し広げます。この内へ絞る力と外へ広げる力がちょうど釣り合った時光は一点に潰れることなく細く長い一本の糸のように焦点の遥か奥までまっすぐ伸びていくのです。これがフィラメンテーション。特殊なレンズの代わりに光そのものの性質に穴を掘らせるという常識を覆す発想でした。とはいえこの光の糸は放っておけば不安定に揺らいでしまいます。そこで光京は一発の強い光ではなくギガヘルツ帯という
1秒間に10億回を超える猛烈な速さで打ち出すパルスの列をガラスの内部へ高密度で連続注入しました。細かい光の粒を機関銃のように送り込み続けることで糸を途切れさせず安定してエネルギーを与える。この技術をギガヘルツパルスインジェクションテクノロジーと呼びます。移転とエンプラスがメッセルビームで極限の性能を負ったまに対し、公共は特殊な光学系に頼らず直径の240倍という深穴にたどり着いた。両者は同じ深穴開けでもまるで対照的な2つの流派なのです。そして特殊なレンズがいらないということは、装置そのものをより安くより小さく作れる余地が生まれるということ。ここに1本の光の糸が5000万円という業界の常識を揺さぶる本当の理由が隠れています。この安さがもたらすものは1台の機械の値札だけにとどまりません。誰が次世代のガラス基板を量産できるのか、その担い手の顔ぶれまで静かに揺さぶりかねない一手なのです。今この極細の縦穴を量産する装置の世界はたった一社がほぼ手中に収めています。ドイツの LPKF という会社。レーザーでガラスにあらかじめ傷をつけ、そこを薬品で溶かして穴を広げるライドと呼ばれる方式です。同社のトップは世界の主要な顧客の8割を超える企業が自社の装置を選んでいると語っています。しかもその装置の値段は公表されていません。つまりこれまで次世代基板の量産に踏み込めるのは値段さえわからない高価な装置をまとめて買い揃えられる一部の大手に借りられてきました。その大手たちが今一斉に動き始めています。半導体の巨人インテルはインドに日本円で約5000億円を投じ、ガラス基板の巨大工場を建てる計画を進めています。ここ日本でも東証プライムに上場する大日本印刷が試作ラインを立ち上げ、ガラス素材大手の日本電気ガラスも大型の基板を開発しました。TGV ガラス基板の市場は調査機関によって見立ての幅は大きいものの、この先の10年で数倍に膨らむという強気の予測も出ています。この大手だけが担い手だった構造に公共の一手が加わります。特殊な光学系を積んでいないフルステックの商用装置フェムトプロで直径の240倍という深穴を現実に開けてみせたという事実。 TGV の加工装置から一番かさばって根の張る特殊レンズという要因を丸ごと外せるかもしれない。装置のコスト構造そのものが変わり、量産の担い手が大手だけの世界から中堅や新興のプレイヤーへとじわりと裾野を広げていく可能性が生まれます。もっとも公共のこの TGV 技術はまだ実証してみせたばかりで、実用化への長い道のりの入り口に立った段階。加工の速さ、開けた穴の壁の滑らかさ、不良品の出る割合、そして穴一つあたりにいくらかかるのか。こうした量産で本当に効いてくる数字は公共を含め業界のどこも公開していません。安い車体を手に入れても燃料代や整備代まで安くなるとは限らないように、装置の値札が下がることと加工全体が本当に安くなることはまだイコールで結べる段階ではないのです。それでも公共が特殊な光学系を省いて安く作るという設計を絵に描いた餅で終わらせない会社であることはすでに製品で示されています。同社は廉価版の加工機フェムトブを2025年8月から1980万円で売り出しました。業界標準が5000万円を超えると言われる世界で、その半額以下という値札を実際につけているのです。実はこのように価格で裾野を広げようとする公共とは別の道もあります。性能で世界の頂点を狙う理化学研究所とレンプラスの陣営。彼らはベッセルビームという特殊な光学系をあえて使い込み、直径の1000倍、毎秒3000個という世界最速の穴開けを実証してみせました。コストで裾野を広げるか、性能で頂点を極めるか。京都の小さな会社が投じたこの一石は思いのほか遠くまで
川上の産業構造に波紋を広げていくのかもしれません。今日のポイントを3つに整理します。1つ目は、特殊なレンズを捨てるという発想。光を1本の糸のように伸ばすフィラメンテーションと、ギガヘルツパルスインジェクションという独自技術で、光鏡は高価な成形用の光学計なしに、直径の240倍の深穴を実証してみせました。2つ目は、量産の担い手を問い直す揺さぶり。TGV の量産装置はドイツの LPKF はほぼ独占し、値段も伏せられたまま、資本力のある大手だけが踏み込める世界でした。そこへ光鏡は、高価な特殊光学系を外した装置という新しい選択肢を示しました。廉価版のフェムト V を2025年8月に1980万円から売り出した実績が、その設計を製品にできる裏付けです。ただし、装置が安いことと加工全体が安いことはまだイコールではありません。3つ目は、日本が握る2つの道。性能で世界最速を狙う利権と円プラス、コストで裾野を広げる公共。対照的な戦略が同じ国から同時に走り出しています。穴一つあたりの本当のコストは安いのかどうかは、まだこれから確かめられる段階です。それでも、資本金1500万円の京都の会社が、5000万円という業界の常識に、たった1台の装置で問いを投げかけた。この歴史的な事実は変わりません。この一石は、価格の壁に阻まれてきた次世代半導体作りの裾野を静かに押し広げていくのかもしれません。皆さんは、これからのガラス基板の主役を握るのは、極限の性能を追う道と、思い切って価格を下げる道、どちらだと思いますか？ぜひ、皆さんのお考えをコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほど、と思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。